皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本の伝統工芸や文化を紹介していきます。今日は日本の伝統工芸和紙作りのプロセスについてご紹介します。和紙は長い歴史と職人の繊細な手仕事によって生み出される日本の文化を象徴する貴重なものです。その工程一つ一つに込められた意味や和紙が持つ魅力を共に探求していきましょう。和紙の原料となるのは主に楮、三つ股、雁皮といった植物です。これらの植物を畑から収穫し、煮て柔らかくします。長田製糸所が1909年に創業して以来、ずっとこの場所で作業をされていたそうです。煮て柔らかくした植物の皮にはまだ多くの不純物が含まれています。そこで一つ一つ丁寧に不純物を取り除くちり取りという作業を行います。この作業は和紙の品質を左右する重要な工程です。ちり取りが終わると得られた繊維を水に浸し、さらに精製を行います。その後、丁寧に皮を剥ぎ、繊維をほぐす作業へと進みます。ほぐされた繊維にとろろ葵から抽出した粘液である練りを加えます。練りは繊維同士を結びつけ、紙に強度を与える役割を果たします。この作業をすることで耐久度が増し、越前和紙は数百年にわたって保存することができます。次に紙をすくという重要な工程に移ります。職人はすき枠に溶液をすくい上げ、静かに揺らしながら水を切り取っていきます。動画のような大きな紙を作る際には、厚みを均一に保つために熟練の技術が求められます。そのため、この工程には格別の集中力と経験が必要です。さらに、型を使って模様を作り込む際には、まるで職人が紙に魂を宿すかのような思いが込められています。模様の仕上がりは乾燥してから初めてわかるため、職人たちはこの工程の中にこそ和紙作りの醍醐味が詰まっているといいます。次にすき上がった和紙は乾燥室に移し、ゆっくりと乾燥させます。乾燥の時間は気温や湿度によって調整されます。こうして作られた和紙は私たちの生活の様々な場面で活躍しています。和紙の持つ温かみのある風合いは日本人がずっと何百年も使い続けてきた理由でしょう。日本に来られた際はぜひ実際に和紙に触れてその魅力を体験してみてください。きっと和紙の持つ深い魅力に気づき、心が豊かになることでしょう。今日は和紙の作り方とその背景についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも皆さんの興味を引き、和紙の素晴らしさを感じていただけたなら幸いです。また次の動画でお会いしましょう。